こんにちは、FETC のタイとカメラ裏の藤井です。このチャンネルではお茶の入れ方だったりとか、あと生産者さんのことですね、お茶にまつわるいろんなことをお話ししていきます。はい、じゃあ今日は何の企画ですか？今日はお茶の入れ方のコツですね。早速じゃあちょっと入れ方とか教えていただきたいんですけれども、なんかこう入れる時に気にするべきポイントとかってあったりしますか？入れる時のポイント、大まかに3つですね。3つあって、1つ目が目標の味を決めること、2つ目が温度だったりとか数字を守ることですね。で、3つ目が急須の使い方ですね。この3つが大事なポイントになってます。なるほど。ちょっとじゃあそれぞれ細かく教えていただきたいです。1つ目の目標の味を決めるっていうのは、その時々いろんな飲みたい味があると思うんですけど、そのタイミングで飲みたい味をきっちりと決めるっていうことですね。例えば、朝起きた時とかは渋いお茶が飲みたい。これはシャキッとしたいとかっていう時ですね。一方で午後ゆったりとしてる時、あとは寝る前とかゆっくりしてる時っていうのは甘いなんていうんですかね、ゆっくりリラックスできるようなお茶ですね。飲みたいっていう時があると思います。で、これが飲みたい目標の味を決めるっていうことですね。2つ目の数字を守るっていうところですね。これ数字を4つあってですね。で、お茶の分量、茶葉の量ですね。とお湯の量、お湯の分量ですね。で、3つ目がお湯の温度。これ結構大事です。で、4つ目が抽出時間ですね。で、この4つを守っていくということですね。で、これ、大きくどういうことかっていうとですね、先ほど目標の味を決めるっていうのがあったと思うんですけど、でこれが決まってるとおのずと数字も決まってくるっていう感じです。で、最後甘いお茶を飲みたいっていう場合はその60度、かなり低めの温度ですね。これをやってあげることで甘いと、渋みが全然出ないと。で、旨味がかなり強く感じる。一方で渋いお茶を飲みたいっていう時は80度ぐらいですね。ぐらいの高めの温度で入れてあげると渋さが上回ってきて渋みを感じることができるっていうことですね。あとその抽出時間と、あとそのグラム数ですね。お茶の分量。これっていうのは濃さっていうところに大きく関係してくるので、ここは好みに応じて変えるっていうことです。一番大きなポイントはやっぱり温度ですね。これが一番大事です。で、この最後にこの抽出時間だったりとかっていうのは、欲しい味に向けてきっちりと守っていく。最初に自分で入れてみて、これは違うなっていう基準を見つけて、そこからどんどんブラッシュアップしていく。これでどんどん美味しいお茶、目標の味に近づいていきます。3点目の急須の使い方ですね。急須の使い方は、いろんな入れ方があるんですけど、大きく分けると2つですね。1個目がこうやってゆっくりと入れてあげる。ゆっくりこうやって傾けてあげる。これはうまいお茶、甘みが強いお茶っていうのを楽しみたい時に入れる入れ方ですね。で、2つ目が1回こうやって入れてあげて、で回すんですけど、これ手返しって言うんですけど、でこうやって入れる。これ何が起こるかっていうと、急須の中で茶葉と茶葉が触れ合ってですね、擦れるといいんですか。で、渋みだったりとか苦みだったりとかが出てくる感じです。で、これ使い分けのやり方があるんですけど、ちょっとゆっくり入れてみて、甘すぎるなっていう時ってバランスが悪く感じてしまうんですよね、どうしても。そういう時は揺らして入れてあげると、そうすると渋みも出てくるので、いい感じの塩梅になってくる。で、これによって味を調整していくっていうのが3点目の急須の使い方です。なるほど。じゃあ目標が決まって飲みたいお茶が決まったら、他の数字、温度とか茶葉の量とかとおのずと決まってきて、でそこから急須の使い方で味のバランスを決めていくっていうのが大事になってくるってことなんですね。完全にその通りです。なるほど。じゃあ、早速お茶を入れていっていただきましょう。はい。じゃあお茶を入れていっていただくんですけれども、そのテーブルに並んでる道具、これちょっと何が何なのかとか教えていただけますか？道具、そうですね。まず必要なもの、全部必要なものではあるんですけど、最低限これだけあればいいよっていうのは最初に急須ですね。これ常滑で買ってきた急須です。で、あと湯飲みですね。湯飲み。で、これスケールですね。スケールです。で、タイマー。これスケールについてる場合もあると思うんで、それでも大丈夫です。あと茶葉ですね。茶葉。で、これさえなくてもいいんですけど、これ茶卓っていうものです。これもあるとテンションが上がります。
あとまあこれ茶こしですね。茶こし。これ大体急須の中についてる場合が多いので、まあそんなにこう茶葉は気にならないとか、茶葉正直飲める、食べれるので、なくても大丈夫です。で、道具そうですね。で今回使っていく茶葉なんですけど、これやぶきたって見えますかね？多分見えるかなっていう茶葉なんですけど、これ鹿児島の知覧の方で作ってるやぶきたなんですけど、やぶきたって全国で大体こう 75% ぐらいですね。作られてる茶葉の中で 75% ぐらいがやぶきたっていう品種なんですよね。で僕ら品種、20種以上今サイトにはあるんですけど、本当にいろんな品種飲んできた中で、やぶきたもやぶきた何種類ですかね、何十種類とやぶきた飲んできたんですよ。いろんな農家さんのものですね。その中でもやっぱりトップクラスに旨味というか甘みというか、あと全体のバランスですねがすごいいいやぶきたになってます。あとケトルの説明忘れてましたね。ケトル、これ山善さんのケトルになってるんですけど、温度調節ですねができるケトルになってます。お茶大体この60度から80度の間で入れるので、温度調節ができるとすごいいいですね。ない場合は沸騰した夜間からこう、湯飲みだったりとか、あと他のものですね、容器に移していくと大体10度ぐらい下がっていくので、どんどん移し替えて温度下げていくこともできます。はい。じゃあちょっと入れ方を実際に教えてください。はい。じゃあ最初に茶葉入れていきますね。これ僕ら個包装で 4g の個包装になってるんで測らないで入れていきます。だいたいこれで1杯分ぐらいですかね。120ミリから150ミリぐらい分の茶葉になってます。よいしょ。ケトルをつけて、でお湯入れていきます。今回これが120ミリですかねぐらいで入れていきます。濃さいろいろ好みがあるんですけど、だいたいこのくらいが僕らちょうどいいと思ってるので、はい、お湯入りました。で今回あれですね、タイマー、これ見えるかな、ちょっとぼやけちゃってる。これ2分ですね。2分セットして入れていきます。2分にセットした理由っていうのが、今回やぶきた、これ甘いというか、あとうまさが強いんですよね。これを最大限発揮するために60度でかつ2分、少し長めですね。一般的には1分半から1分半ぐらいなんですけど、ちょっと長めにとって甘みと旨みがよく出るように長め2分ですね、とってます。じゃあそれではなったので入れていきます。よいしょ。今回ちょっと甘みというか旨み強く感じたいので、かなりゆっくりめにこう入れていきますね。茶葉と茶葉を擦れないようにですね。よいしょ。これ最後の一滴まで出してあげると、旨味が詰まってるっていうところと、あとはこうもう一煎入れたい場合ですねに水分が残ってない方がいいので、こうやって最後まで一滴まで入れてあげます。このくらいですかね。よいしょ。で今入れたんですけど、だいたいこう急須の中見てもらうとこうですね、平べったくなってると思うんですけど、これがゆっくり入れた証拠ですね。よいしょ。で茶葉の色がこうちょっと透き通ってる、ちょっと深めの緑ですかね。鹿児島のお茶って一般的にはこう深蒸しが多くて、で高い温度で入れてあげるともうちょっと濃いめの色になるんですけど、今回その茶葉触れ合わさずに揺らさずに入れたっていうのもあって透き通った色になってます。はい、じゃあ実際に入ったので飲んでいきたいと思います。お茶、人に入れる方がね、やっぱ僕好きなんで、あっち側にいる藤井に飲んでもらおうと思います。はい、いただきます。はい。やっぱめちゃくちゃうまいっすね。やっぱうまいよね、これね。なんか僕らもね、やぶきたはめちゃくちゃ飲んできたけど、このやぶきたってやっぱピカイチというか、
旨味と渋みのバランスもいいし、うん。なんかこうじゅわっと旨味が広がる感覚がやっぱ他のやぶきたとはこうちょっと一線を画してる感じがしますよね。やっぱこれ、そうだね。何回飲んでもうまいね、これね。ね、ちょっとぜひ皆さんにも飲んでほしいお茶の一つですね、これは。はい。ちょっとまあそんな感じで、今回ね、目標の味っていうのが旨味だったりとかが強いお茶だったんですけど、低温の60度ですね、にして、あとは時間ですね、2分ちょっと長く取ってあげて、いい感じにこう目標の味に入れることができました。なんかこういう基準っていうんですかね、60度で入れて、2分で入れるみたいのっていろいろあると思うんですけど、僕らのこういいなと思ってる温度だったりとかっていうのがいろんな品種ごとに僕らのサイトの商品ページですねの方に書いてあるので、よかったら見てみてください。では実際飲んでみたんですけど、最初の方の大事なポイント3つですね。その目標の味を決める。あと2つ目は数字を守る。で3つ目は急須の入れ方を守るというところなんですけど、今回3つともちゃんと実践してみていい感じの味が入りました。この3つは持っていただけると、だんだんこう自分の目的の味に近づいていきますよっていう感じですね。ちょっと最初基準がね、あんまりないというか、60度、今回2分っていうのがあったんですけど、ちょっとなくて最初どうしたらいいかわからないよっていう方は、僕らのサイトですね、の商品ページの方に、いろんな品種があるんですけれども、それぞれの品種ごとにこの温度のこのくらいの味がいいよ。これ僕らがいいなと思っている数字なんですけれども、それを基準に入れてみてもらえるといいかもしれません。今回入れたこれやぶきたですね。ちょっと切れちゃってるんですけど、これもサイトの方で置いてあるので、概要欄の方からチェックしてもらえると嬉しいです。お茶の入れ方のコツの動画はどうでしたでしょうか。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録とあとグッドボタンですね、押していただけるとかなり嬉しいです。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。